私って本当に何もかも気にしてしまうタイプなんです。人に言われたことでも、人の態度だったり、言われたことだったり、言い方だったり、いろいろといちいち気にしてしまうところが私の弱点です。弱点でもあるけど、なんかこういう話をすると大体なんか生きにくいねみたいな言われてしまうんですけど、なんかそれ言われるのもまた気にしちゃうわけよ。それも自分で自分を生きにくくしてるんだみたいな、私が悪いんだみたいな、結局はその悪い言い方してる人の方が悪いわけじゃん。こっちを傷つけてるわけだから。で確かにその生きにくいねっていう人はきっと何も気にせずすぐに忘れられるタイプで、それは憧れでもあるし、きっと人生もっと楽だろうなとは思うんだけど、もう私そういう性格だから、本当に昔からずっと人の言い方、言われ方、態度、言葉に惑わされられてきて、で今になってだいぶね大人にもなったし、よくはなってきたけど、気になっちゃうことは気になっちゃうし、なるべく気にしないようにはしてるんだけど、やっぱり引っかかっちゃうのは引っかかっちゃうから、それをどうしたらいいのかみたいなことをこれからもちゃんと考えていきたいなと思います。自分で自分の人生を生きにくくしてるのも分かってるし、人の言い方とか言うことは私はコントロールできないから、人生楽で生きていきたいからさ、今週は特にやっぱり気になってしまうところは全然あって、みんなもそうだと思うけど、職場やっぱり言われ方とか言われたことはぐさぐさ来てしまうし、で何と言っても逃げられない。もちろん私が今話してるのは大人の話なんだけど、子供たちにももちろん、子供たちもとっても正直なものだから、いろいろ言ってくるし、それをいちいちあんまり私も反応しないように気をつけないと、私もセンシティブだし、いい風に考えるようにして、いいことに目を向けるようにしたいなと思います。例えで言うと、なんか誰かと会った時にもし機嫌がちょっとあんまり良くなさそうだったら、最近は良くなったけど、昔だったら最初に自分を疑ってしまう。私が何したのかなとか、私が嫌なこと言っちゃったかなとか、すごい考えてしまうし、それとか友達と一日楽しく遊んだ後でも、夜帰ってきた時にはなんか今日私言い過ぎちゃったかなとか、今日私話しすぎちゃったかなとか、こういうこと言ったけどいい風に伝わったかなとか、私が思ってる風に伝わったかなとか、そういうことをいっぱい考えすぎちゃいます。やっぱりあえて人を傷つけるような言い方をする必要ないんじゃないかなって思うし、で私もすごくそうやって感じてしまう側だから、人に言うこともすごく気をつけるし、でも結構私ぐさぐさ来ちゃうし、慣れなきゃいけないんだけど、なかなか慣れないもんで、本当に人間関係って難しすぎると思って例えばね、今私このカーリーヘアに憧れてるんですよ。このパーマすごくやりたくて、でも急にしばらくまっすぐできないっていうのも、大きなステップだし、ちょっとなかなかできなくて、じゃあ最初ちょっと自分でカールして、どういう風が本当に毎日これでやっていきたいかって思ってから、3万円ぐらいするからちょっと考えてからパーマやろうとか思って、でもそれをやるときにやっぱり結構いつもと違うイメージだから、何か言われるのはもちろん当然なんだけど、これをなんかね、やっぱり仕事にいた子供たちにもいろいろ言われたし、一緒に働いてる人にもなんかあだこうだ言われたんだけど、仕事一緒にしてる人にもほとんどは褒めてくれたんだけど、なんか頑張るねみたいな感じで言われたのもあって、で私結構それ傷ついたのよ。でその他の人にしては、なんでそんなこと気にするのって思う人も絶対いると思うんだけども、そういう性格だから最初にはそう受け取っちゃうわけよ。でその後にどうするか、どうやって切り替えるか、でも忘れてないし忘れられないんだけど、4日前ぐらいの話だからでもそこでこの話を誰かにした時に、ね、なんでそんなこといちいち考えるのって思われたり言われたりするのは、また2番目のパンチが来てるって感じで、また傷つくわけよ。でまた気にしちゃうめんどくさいでしょ、ごめん。でもそうなの私。だからなんか頑張るねってその言い方もよくわからないしでそれもなんかバカにしてるような言い方だから、それがよくわからなくて、よくそういう髪を切ったりとか、髪じゃなくてもなんかメイクを変えたりとか、何でもあっても洋服変えたとか、明らかに違うのを分かっていて、それに対して何か言うのが大体普通じゃないですか。でもそれを私はなんか髪染めたのとか、そんな風には絶対言わないんですよ。私はなんか髪いいですねみたいな、その変えたところをポイントじゃなくて、いいねから先に言う。でそしてそっちから本人が何かそれに関して話してくれるなら、それを全然聞きたいし、なんかそこまで私は考えちゃうわけよだから
なんかね、そういうこう気遣いっていうか、別に私はみんなに褒められたくてこの髪やってんじゃなくて、自分が好きだから憧れてるからやってみたいと思って挑戦してみたことだからであるから、別にみんなに受け入れてもらうためにやってるものでもないし、周りが好きだろうが嫌いだろうが私には関係ないことではあるんだけど、私に直接言ってくるっていうこともね、やっぱりいろいろだから、そういうところをこう自分がやりたいからいいじゃんってもっと思いたい。自分のこの見た目とかに関してのこう気にしいのところじゃないので例えると、例えばこう信号がある横断歩道じゃない道があるとするじゃないですか。でそこで私が歩いてて、全然人とか車があんまりないけど車がたまたま来ました。私はこう渡らないふりするの。この車を先に行かせるために人に迷惑かけるのが私もう恐怖とも言えるぐらい、なんかもうビリビリってくるのよ、私のとこに。これはこうやってしたらここに立ったら人の邪魔になっちゃうとか、だから結構私もそうやって考えちゃうからこそ、道の真ん中に立つ人とかも信じられないの。別に私はなんかもう邪魔だなと思ってるわけではないんだけど、なんかよくそこに立てられるなって思うし、それは結構日本人って結構迷惑かけたくないみたいなすごい言うじゃないですか。注目を浴びたくないとか、人の目を気にするみたいな、ちょっとそういう文化が少し強めって感じるんですよ、私はね。だから日本だからっていうわけでもないし、日本人だからっていうわけでもないけど、やっぱり人に迷惑をかけたくない。だからその車を先に行かせる。私は渡りませんよみたいなふりしてるけど、車行った後全然渡るし、電車とかもなんか一つしか空いてない席は私大体座らないの。誰も座らなければ、座るかもしれないけど、なんか一つ空いたからすぐに座るみたいなのもしない。なんか誰か座りたかったらみたいな思っちゃうから、こんなにね気にして生きていくのも難しいもんだけど、そういう性格だからそれと共に生きていくしかないんだけど、それでなんかこう気分が変わっちゃったり、機嫌が変わっちゃったりするのも嫌だから、それをもうちょっとこう自分でうまくこう管理っていうかねしていきたいと思ってるんですけど、永遠とね多分人生私が死ぬまで人間関係に悩むことになると思うから、みんなそうじゃないですか。やっぱり難しい。気にしないこと、期待しないことはとっても難しいね。この繊細の私が悪いのかなってまた思っちゃうし、なんか大体こういう性格が強い系の気にしないタイプに話すと、大体私が自分を苦しめてるみたいな結構責められちゃうから、なんか他に共感する人いるかなと思って、だからその気にしいの私のことについて話させてもらったんだけど、いろいろと難しいなってところで、改めて自分も人に何か言う時もこう言い方とか言葉遣いを気をつけようとも思うし、他の人はそう思わなくても自分がどうこう受け止めるか考えながら毎日頑張りたいと思うんだけど、皆さんが何かアドバイスかなんかあったらぜひ教えてもらいたいです。日々の悩みなので、もっとこうポジティブに生きていきたいし、いい風に考えるようにしたいです。それについての本とかもね買おうと思ってるので、お互い頑張りましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。